こんにちは、大輔です。本日は入国制限緩和シリーズ2021年3月の下旬版ということでやってまいります。去年の3月からね、海外にいる彼女と会えていないこの私も1年になってしまいましたよ。そんな私がね、皆さんを代表してアジア、北米、欧州、中東、アフリカ、全世界の最新動向をね、確認していきましょうというね、こういう回になります。今回はイアタのトラベルパスの導入が進む、こんなね、アジア圏のお話。アジア圏はですね、あとはトラベルバブルが進むというね、前向きなお話も結構ね、ふんだんにあります。そして変異株によって原則渡航禁止となっていた EU 圏、ヨーロッパ圏に関しても渡航復活の兆しが見え始めている、そんなお話になります。世界の主要な40カ国以上、渡航ハードルを短時間で理解できる入国制限緩和シリーズ、今回第20回目になりましたよ。皆さん、ラインナップはこちら。丸1、入国可能エリア。北米、中南米、中東、アフリカ、このあたりから見てまいりましょう。丸2、EU 圏は渡航復活の兆しということで、1月末からですね、日本からの渡航を原則禁止としていた EU 圏なんですけど、EU 全体としての発表ではないんですけど、例えばフランスをはじめとするいくつかの国で日本からの渡航をですね、許可していく、そんな動きが出ていますので、皆さんにね、最新動向をレポートしていきます。丸3、ワクチンパスポート、トラベルバブル進むアジア圏ということで、タイ、シンガポール、韓国、フィリピンなんかがですね、これらをはじめとした各国の動向を見ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。このシリーズはですね、月に2回アップデートをかけていきます。こういうご時世なので、世界の渡航ハードルがね、気になって仕方ないよという方に関しては、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。丸1、入国可能エリアということで、北米、中南米、中東、アフリカあたりから見てまいりましょう。まずアメリカですね。出発前の陰性証明と入国後は7日から10日間のですね、自宅待機というルールになります。一応ね、こういったものに従うことで、パスポートとエスタを使って入ることができます。ハワイだとかグアムとかニューヨークとかね、州によっては14日間の隔離が義務化されているというね、こんなエリアもありますので注意をしていきましょう。と言いつつですね、このニューヨークで動きが出ているんですね。州知事の発表で3月の4日からですね、ワクチン接種者の隔離義務ね、これを免除するという動きが出ています。注意点はですね、過去90日以内にワクチンを接種した人であるという点とですね、あとはこれはですね、国内旅行者に限定される、そんなね、措置とのことです。海外からニューヨークに入る際にはですね、適用されないということで、すなわちワクチン接種者であっても、例えば日本からの渡航だとですね、まだ隔離義務は残るということになるわけなんですね。とはいえ、アメリカ国内でですね、いわゆるワクチンパスポート的な営みが始まったという点はね、大きな変化なんじゃないでしょうか。これが世界のトレンドに広がるのかについては、今後の動向をね、要注目ということで、まあこれはね、もう時間の問題かなと思うわけなんですけど、注目してまいりましょう。陰性証明で隔離免除に乗り出した代表的な観光地といえばですね、これハワイなんですね。アメリカの中でもハワイということで、ここに来てね、ワクチン接種証明による隔離免除の検討に乗り出しているのがハワイ。ただしですね、実質的なワクチンパスポートの運用はまだ今のところスタートしていませんので、もう少しね、時間がかかりそうということで、じっくりとこれは見守っていきたいなと思います。カナダに関しては引き続き厳しい入国制限がかかったままということでね、今のところは動きがなしということになります。事情があってカナダに入国するね、必要がある方に関しては、出発前の陰性証明14日間隔離が必要ということで、お金がね、やっぱここも結構かかるので、なかなか大変なご時世ということですね。そして中南米です。渡航が可能な国が多い印象ですよね。ブラジルに関しては出発前の陰性証明が前提になりますけど、渡航は可能と。メキシコに至っては特にね、条件がなく、普通に入国ができるということなんですね。前回から同様に入国可能エリアをピックアップしていきましょう。引き続き、中東からはドバイ、レバノン、アフリカからはエジプト、南アフリカ、そしてセーシェルということで入国可能とね、なっています。レバノンとセーシェルがワクチン接種証明で隔離免除を始めている件については、引き続きこれはね、有効な状態だということなんですね。それでは次参りましょう。丸2。
EU 圏は渡航復活の兆しということで、EU 圏内に関しては日本からの渡航が原則禁止という状態が続いているんですよね。例えばイタリアなんかは首相命令で、改めてですね、これ期間延長になるのかな、これが発表されてまして、4月の6日までは、入国ができないというね、こういう状況です。あとドイツとオランダに関しては2月2日から日本からの入国は禁止と、これは継続して禁止されているということです。ベルギーです。観光目的での入国は4月1日まで禁止ということで、この他にもですね、基本的には禁止エリアになってますので、スウェーデン、スペイン、チェコ、ポルトガルなんかね、名前が挙げられますけど、日本からの観光目的での渡航は NG ということになっています。そしてポーランドに関しては相変わらずですね、明確な日本に対しての入国禁止が発表されていませんので、外務省の案内を見る限りではですね、手続き上は渡航が可能というふうに僕の方は理解をしています。ポーランドについてはですね、ワクチン接種での隔離免除の動きも早かった印象なので、このあたりね、どう広がっていくのか EU の動きには注目をしていきましょうということで、動きがある国ね、この渡航緩和の動きがある国といえば、これフランスなんですよ。フランスはね、EU に所属をしていながらも、日本からの渡航を解除し始めているというですね、割とアグレッシブな動きをとってるんですけど、前回の報告までは、日本からのね、入国原則的に禁止をしていた国の一つが、このフランスだったわけなんですが、これ確かね、1月31日から課せられていた入国制限だったんですが、これがですね、3月の11日から解除されましたというね、報道がありましたので、皆さんの報告に含めさせてもらいました。これからになると思いますけど、外務省の情報もフランスに関しては書き換わっていくんだと思います。フランスが今回国を開く相手は7カ国ありました。日本の他にイギリス、オーストラリア、イスラエル、ニュージーランド、シンガポール、韓国ですね。その理由としてはこんなことがね、報じられていました。フランスの言い分としてはこうです。国内でイギリスの変異株がかなり広範囲に広がっていることや、緩和対象となったこれらの国々の感染状況を踏まえたものだと説明しているわけなんですね。要するにですね、フランスに関しては変異株がもう広がりきっちゃってるからね、外から入ってきて、イギリスから入ってきて、広がりきっちゃってるから、今更他国からのですね、渡航を禁止しても、意味がないと踏んだんだと、理解をしています。去年とね、これ同じ流れですよね。これは陽性率が多い国の方から、少ない国に対してね、国を開いていくという、少し皮肉な状況ではありますけど、おそらくですね、今後、EU 圏というのは開いていくんじゃないかというね、この兆しが見えるわけです。そして今現在、原則入国禁止となっている国の一つ、ギリシャ、行ってみましょう。ギリシャはですね、5月にも日本を含めて観光客を受け入れていくということでですね、ギリシャの観光省から発表がありました。ワクチン接種ですとか、陰性証明が条件になるだろうということでですね、すでにギリシャについては、イスラエルとはワクチンパスポートによる往来が開始してますので、これをですね、日本を含む様々なエリアに広げていくと、全世界に対して広げていくという考え方なんでしょう。さすがはね、観光立国、ギリシャということで動きが早いなと思います。残りも見ていきましょう。イギリスはですね、未だにルール上は入国が可能となっています。そして今現在は入国はできないけども、ワクチンパスポートの採用に積極的な国、これもね、あるわけですよ。ルーマニア、アイスランド、エストニア、ラトビア、リトアニアということで、あとジョージアですよね。ワクチン接種証明を持って入国ができたりだとか、隔離免除になったりというね、緩和策がすでに始まっている国々ということになります。それではどんどんね、こう国が開いていくという流れ、これがね、EU 圏だけなのかというと決してそうではなくて、アジア圏にもですね、これと同じような流れが見えますのでね、皆さんに最後の報告をしていきます。3ワクチンパスポート、トラベルバブル進むアジア圏ということで、アジア圏のですね、往来再開のリーダー的存在からね、まず見ていきましょう。シンガポールです。シンガポールはですね、オーストラリアとニュージーランドがシンガポールとの渡航自由化で協議を始めたということで、注目されていますね。香港と協議を再開したのが、シンガポールだったということで、おそらく同じ土俵で調整が進むと、シンガポールから見たときね、オーストラリア、ニュージーランドが同じ土俵で、香港と含めてですね、調整が進むものと思われます。低リスク国を中心として相互に往来再開をね、していくという、この流れのことをトラベルバブルというふうにね、呼ぶわけなんですけど、アジア圏のトラベルバブルの実現の有力候補がシンガポールだと見ていいんじゃないでしょうか。このトラベルバブル再開の話といえばですね、お次の国、台湾なんですね。台湾はですね、特別入居許可のこの取得によってですね、入国ができるようになるということで、今のところ観光を除くというね、まだ限定的な動きなんですけど、少しずつ緩和をしている国、それが台湾という
ことなんですね。そしてこの台湾がですね、日本、韓国、シンガポール、ベトナム、パラオ、というね、5つの国とトラベルバブルについて協議を始めているということで、こちらの動画で皆さんに報告をさせてもらいました。こちらもね、うまく進んでいってほしいなと思います。特に日本だとか韓国なんかが入っていてですね、隣国同士ですから移動ができるようになると、非常にね、利便性が高いということで、これはね、願っていきたいなと思いますね。そして渡航緩和で最もと言っていいのかもしれません。進捗を見せている国、これがね、タイなんですよ。2段階で進めていくということで、タイ政府からの発表がありました。まずはワクチン接種をした外国人の隔離期間を7日間にですね、短縮していくという措置が4月から取られていくということが決まっているようですね。そしてその次のステップね、次の段階は10月1日になるようなんですけど、10月になるとですね、外国人旅行者の受け入れを全面的にやっていこうということで計画が今ね、なされていってる最中だということで、こちらもですね、ワクチン接種者が対象で完全な隔離免除を見込んでいるんだと思われます。先々のことをですね、こうやって日付を明確にして発表ができる国、タイはね、さすがだなと思いますよね。そしてワクチンパスポートはですね、欧州だとか北米に劣らずアジア圏では、どんどん進みそうな勢いということで、次の報告をしていきますけど、IATAのトラベルパスの実証がですね、続々とスタートしているんですよね、アジア圏の中で。例えばニュージーランド航空だとか、あと ANA もね、これ参加をして検証を進めていくということなんですね。そしてベトナム政府に関してもワクチンパスポートの導入検討をするというですね、報道が直近で出ていますので、期待をして待ちたいなと思います。そしてここに来て、ちょっと不安なのが、ワクチンパスポートをね、この推し進めている国の一つですけど、この中国なんですよ。中国の国会にあたるですね、全人代でもワクチンパスポートの発行、これがね、提案されているということなので、この仕組みが整うのはもう時間の問題だとは思われますが、この時ですね、中国製のワクチンのみを渡航緩和の条件とするというね、可能性が出てきましたので、まさにですね、米中対立の構造が入国制限緩和におけるね、このワクチンの種類にこう出てしまうのではないかというふうにね、少し不安になってしまうわけなんですよ。これ僕たちの話でちょっと例えてみたいんですけど、ようやくですね、例えばファイザー製のワクチンだとかアストラゼネカのワクチンの順番がね、僕の方に回ってきたということで、ようやく接種ができて、トラベラーズワクチンとしてね、接種ができて、さて中国へ渡航しようとしたらですね、シノバックかシノファームじゃなきゃダメなんだというね、中国産のワクチンじゃなきゃ認めないよとなりますと、この僕としてはね、ワクチンの二重接種をしなくちゃいけなくなるわけなので、誰も得しないわけですよね。強いて言えばワクチン外交にね、成功する中国が一人勝ちという図式になるんだと思いますけど、こんなね、世界になりそうということで、心配のしすぎなような気もしますけど、このあたりの動向は引き続きウォッチをしていきたいなと思います。そしてアジア圏で動きがある国、最後は我らがフィリピンということでね、見ていきましょう。フィリピンは残念ながらですね、ここに来て感染爆発が起こりつつあるんですよね。マニラ首都圏では夜間の外出禁止が3月の15日から2週間始まりました。この間でね、落ち着いてくれることを願うばかりなんですけど、日々ね、1日あたりも5000名を超えてきたというね、ちょっと危険な状況になってきましたので、見ていきましょう。フィリピン変異株なんてのもね、出てきてますから、フィリピンがね、高リスク国として、イギリスだとか南アフリカみたいなね、変異株が出てきた国だということで、こういう扱いにならないことを願うばかりなんですが、このあたりね、見守っていきたいなと、皆さんと見ていきたいなと思います。以上、入国制限緩和シリーズの2021年3月の下旬版、トラベルバブルワクチンパスポートが進むアジア各国と EU 圏が渡航復活の兆しありということでですね、これらを中心に世界の動きをお伝えをさせてもらいました。本動画が面白いよとか、ためになったという方に関してはチャンネル登録をして、ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。大輔でした。